2A3 シングルアンプの制作第3回目の後編スタートしたいと思います。今ですね、ケースの加工のフェーズにあるんですけれども、前編までではですね、まず加工図を描いて、その図を元に、ケースの表面にサインペンなどでですね、加工の目印をつけまして、それを見ながら、ドリルなどで穴を開けて、ニッパーで切って、ヤスリで削って、でその後、部品を一度仮組みしてというところまで、終わりました。今回はですね、その後、一旦取り付けた部品を外しまして、ケースの表面をサンドペーパーで磨いて、でその後、スプレーで塗装というフェーズに移っていきたいと思います。はい。では、引き続き塗装の工程に移っていきたいと思いますけれども、今日はですね、風がほとんどない、スプレーをするには最適の気候となってますんで、ぜひ今日中に、塗装を仕上げていきたいなと思います。でまず、研磨をするんですけれども、さらにその前にですね、フロントパネル、天板、リアパネルは塗装しようと思うんですけども、サイドはですね、色を塗らないとこうかなと思ってます。いくつか理由があって、まず最大は、塗る箇所が減った方が楽だという理由もあるんですけれども、他の部分色塗りますので、少し、アルミのね、色合いを残しておいて、デザインに変化をつけたいというのもありますし、また将来的に気が向いたらなんですけども、サイドにね、綺麗な木の、パネルをつけるということで、より、見た目を良くすることも、ちょっとは考えたりしてますんで、ということで、結論として、サイドにはマスキングテープを貼って、サンドペーパーをかけないよという印にしています。で、それからですね、サンドペーパーかけていくんですけれども、最初は600番ぐらいのサンドペーパーでいこうかなと思ってますが、これ私も言ってるだけで、目が細かすぎるとか粗すぎるとかちょっとやってみないとどうだったかちょっと記憶が定かじゃないので、見た目にあまり影響のないリアパネルにですね、から加工を始めて、良ければそのまま600番でいって、仕上げで1000番ぐらいですかね。で、磨いていきたいなというふうに思ってます。はい、作業開始から40分ぐらいですかね、経過しました。600番のですね、サンドペーパーで、磨いていったんですけれども、だいたいこんな感じでいいんじゃないかなと思います。こういうね、ドリルで加工した穴、特にリーマーで加工した穴はですね、その周囲のところが少し盛り上がっているので、削ってもなかなか、サンドペーパーで削り取れないんですよね。そういうところを一生懸命、磨いていって、普通の平らな面と、穴を開けたところの周囲がですね、同じ質感になるぐらいまで、磨いたら、だいたい OK かなというふうに考えてます。はい。それでは引き続きですね、もう少し目の細かい、サンドペーパーで、磨いて、これも空研ぎなんですけどね、磨いて仕上げていきたいというふうに思います。はい。それではスプレー掛けの工程に移っていきたいと思います。私はですね、よく、これメーカーさんはバニラ色と言ってるんですけれども、こういう白系の色ですね。こういうのが好きなので、あまり変わり映えがないというか、何の変哲もない色なんですけれども、今回もこの色で塗っていきたいというふうに思います。で、今回塗る面がですね、アルミの板になってますんで、いきなりこれを塗ってしまうと、乾いた後にですね、ペロペロペロっと剥がれてしまうんですね。私も過去そういうのをやったことがあります。で、こちらですね、メタルプライマーという塗料なんですけども、下塗り剤ですね。これを塗って、その上からこういう色のついた塗料を塗るという2段階の作業になります。それからですね、今回
使うケース、私がいろいろ作ってきた中でもかなり大きい部類になるので、いっぺんに塗るのはちょっと危険かなというふうに思いまして、場所に分けてですね、まずは裏面、そして天板、そして正面みたいな感じで、分けて、塗っていきたいというふうに思いますので、まずはですね、この裏面のところに、こうプライマーをシュッと拭いて、その後、色のついたスプレーでスッと塗るという作業ですね。1箇所、2箇所、3箇所というふうに続けてやっていきたいというふうに思います。はい。スプレー塗装の工程が終了しました。こう3つの部分に分けてね、塗装していったんですけれども、1つの部分について、下地塗料を1回、それから色をつけるための塗料を2回、塗装するということで、まあ、ほぼ丸々1日かかりました。いやー、やっぱり何回やっても、塗装の作業っていうのは非常に難しいですし、集中力も必要ですし、いやー、疲れました。はい。ということで、だいたい、こんな感じでですね、色が塗れていったと思いますので、この後ね、一晩、しっかり、置いて、乾燥させて、その先ですね、部品を入れて、ハンダ付け、そういった作業に移っていきたいというふうに思います。はい、ということで、ケースの加工が完了しました。ケースの加工にあたって、まず加工の図を書くところはですね、ウェブなんかでいろいろとトランスの大きさとかを調べて、ああでもない、こうでもない、こっちに置いたらどうだろう、こっちに置いたらどうだろうというふうなことを、試行錯誤して結構な時間かけてやるんですけれども、いざ加工図が出来上がって、それからケースなどが届いた後の、実質的な作業の時間はですね、そうですね、穴を開けたりする作業が、だいたい半日強ぐらいでしょうか。それからその後研磨をして塗装をするというところが、今回は天候が良かったこともあって丸1日たっぷり1日かかったかなという感じですけれども、少し気温が低いとかそういうことになると、ひょっとしたら2日かかったかもしれないなというぐらいの時間で、ここまで来ております。はい。ではですね、ケースが出来上がりましたので、この上に、いろいろな部品を乗せて、それからハンダ付けをしてという作業に移っていきたいというふうに思います。